がんという病気自体がですね、がん細胞がやはり体の中にできることによってできる病気ですよね。でだけどもそのがん細胞がその体の中で育つっていうことは、体が本当は防御している免疫っていうものがあって、それが破れて、結局その防御できなくなって、それがその原因になってがんが育つという。じゃあがんという細胞自体を減らしてやるっていうこと。でこれが一つその病気の治す一つの方法をお持ちではあるんですけど、それだけだとまたがんがその免疫破れたところからまた増えてきてしまうかもしれないから、今度はその免疫の破れも塞ぐっていうことですね。こんにちは、ライターの芹沢です。このチャンネルでは第5のがん治療法と呼ばれる光免疫療法について正しく理解することを目的として皆さんと一緒に学んでいきたいと思っています。今回は光免疫療法の免疫についてのお話です。前回光免疫療法の基本的な仕組みについて学びましたが、ここでもう一度概要をおさらいしておきましょう。もっと詳しく知りたいという方は概要欄にある001の動画をご覧になってください。光免疫療法は2段階の仕組みでがんを治療していきます。極めてシンプルな言い方をすると、薬を投与して光を当てるという治療法です。薬を投与して約1日後、患部に光を当てます。レーザー光と書いてあります。薬のくっついたがん細胞に光が当たると、がん細胞が壊れて体内の守護者である免疫細胞が活性化します。今日はこの免疫の活性化について詳しく説明します。光免疫療法はその名前にもあるように、免疫の作用がとても重要な役割を担っています。この免疫という言葉、特にコロナ禍以降よく耳にします。ニュースでも盛んに集団免疫であるとか免疫暴走といった言葉をよく耳にしました。最近ではこういった免疫ケア、免疫サポートを謳うドリンクやサプリメントも多く出回っています。ちなみにこれはドッグフードなんですが、こちらにも免疫ケアとあります。何をケアしてくれるのかよくわからないけれど、なんだか体にいいものというイメージがありますね。イメージとしてはすごくぼんやりしていますが、免疫というシステムは非常に複雑でデリケートなものです。免疫学は医学部の学生さんも敬遠するほどややこしいので、小林先生に分かりやすく噛み砕いて説明してもらいたいと思います。がん治療全般においてもとても大事な免疫についての理解が深まると思います。一般的な免疫っていう言葉をすると、大体は外敵に対してなんですね。それこそウイルスに対して、コロナの時の水免疫の話だ、国産でも。それからそれこそ普通のバクテリアの感染症で傷ができた時に産みましたみたいな、こういうやつ、ね、こういうやつも感染。つまり外から来るものに対する免疫という意味だけで言えば、それは明らかにその外敵から守るという意味で免疫が高い方がいいです。少しでも高い方がいいので、どれほどその免疫サプリが免疫に効くかっていうこと、それもちょっとわからないですけれども、ただ単純に言えば、体温を下げないとか、体温を下げると当然リンパ球の働きが落ちるんで、リンパ球の働きを高くしてやってやらないと免疫っていうのは発生がしないですから、という、こういうパターンって決して良くないんですね。だからそういうことも含めて、決して免疫が弱いよりは強い方がいい。これはもう間違いない。免疫は一般的には外から侵入してくる異物から身を守る生体防御の仕組みです。異物の侵入を防ぐという意味においては、鼻水や涙なんかも免疫機構の一つです。それからこの皮膚ですね。この皮膚は、死んだ細胞である角質細胞が、外敵の侵入を防いでくれています。免疫で大事な役割を果たすのが免疫細胞たちです。代表的な免疫細胞を並べてみました。これらの免疫細胞を総称して白血球と呼んでいますが、がん治療において特に重要なのが T 細胞や B 細胞などのリンパ球です。こうした免疫細胞の仕組みを分かりやすく例えると、泥棒が家に侵入した際にセキュリティシステムが働くのとよく似ています。免疫細胞たちは瞬時に緻密なネットワークを形成し、体から不審者を排除しようとするのです。まさに体を守る守護者として機能し、
体を安定な状態に保とうとします。しかし、その免疫システムも万能ではありません。ただ、がん免疫に関しては必ずしもそれがそのまま適用できるかどうかっていう点はまた少し関数が変わってくるので、そこは少し注意してやらないといけないかもしれない。免疫は異物から身を守ってくれるけれど、がんに対してはちょっと事情が違うというお話でした。ウイルスもがんも同じ異物であるはずなのに、なぜがん細胞だけが特殊なのでしょうか。なぜがん細胞は特殊なのでしょう。それは一つには、がん細胞がウイルスや細菌のように、外側からやってくるものではないからです。誤解のないように言うと、ウイルスや細菌の感染が正常細胞のがん化のきっかけになることはあります。例えばピロリ菌は胃がんの原因になりますし、ヒトパピローマウイルスは子宮頸がんや一部の頭頸部がんのきっかけになります。がんはもともと自分の体の一部として働くはずだった正常細胞が遺伝子異常を起こして突然変異した細胞です。つまり自分自身の内側から発生するものなんですね。繰り返しますが、がん細胞は自身の正常細胞が突然変異してできるものです。そういう意味では自分の分身と言えるかもしれません。そのため正常細胞と似ている部分も多く、がん細胞を異物だと認識する免疫の監視センサーがうまく機能しない場合もあります。がん細胞はいわば身分を偽った市民。そんな異常な細胞が正常細胞の中に紛れ込んでいたとしたら、絵本の中でウォーリーを探すより難しい事態になってしまいます。免疫細胞は正義感の強い警察官ですが、少し騙されやすいところがあります。そしてがん細胞は細胞分裂と変装を繰り返し、堂々と体内を歩き回っているのです。この性質をがんの免疫逃避と言いますが、すべてのがんが免疫から逃亡できるのでしょうか。いろいろなんですけどね。だから、がんの中にも免疫のそういう免疫原性というのは免疫に認識されやすい、強さが高いところから弱いところまであるがんがあって、本当にもう、そういうマークのないっていうか、顔が正常と変わらないような種類のがんから、それなりに異常を持ったがんまであるので、その一概には言えないんですけども、ものによっては認識されてるやつもいます。ただ、がん細胞の方が強すぎてとか、それからがん細胞を守る免疫が強すぎてとか、いろんな理由で、そのがんが育ちやすい環境にあって育っている場合があるね。つまり、がんに対する免疫は、患者さん個人がもともと持っている免疫の力と大きく関係します。この免疫の個人差に関連して、いくつか問題が生じます。一つは免疫というもの自体が年とともにやっぱり弱くなっていく。でも若い人にもがんはできます。で、若い人にできるがんっていうのは免疫が高い環境でも育ってくるがんができるからなかなか厄介なんですよね。それからまたがんの治療自体ですね。そういうものによっても免疫っていうのは弱ることがあるので、その患者さんの体の免疫の状態っていうのはやはり個人個人まちまちになるっていうのがあります。今小林先生がおっしゃったように、一般的にがん治療を行うと患者さんの免疫の力は下がります。これまでの三大療法、いわゆる外科治療、放射線治療、それから抗がん剤治療、それぞれがんを直接攻撃してがん細胞を減らすことはできるんですけれども、免疫を高めることはできないんですね。患者さんの免疫機能はむしろ下がります。そのため感染症のリスクも高まります。それでは第4のがん治療法と呼ばれるがん免疫療法の場合はどうでしょうか。免疫療法の代表的なものに免疫チェックポイント阻害薬があります。プジーボやキートルーダなどの免疫チェックポイント阻害薬は患者さん自身の免疫細胞を使ってがんを攻撃します。この場合、患者さんの免疫はどう作用するのでしょうか。光免疫療法との対比で小林先生に説明してもらいましょう。がん免疫療法とこの治療との一番大きな違いは、がん免疫療法自体はがん自体を直接殺すことはないんですね。免疫だけのその機能で全部のがんを処理しなきゃいけない。
そうすると、もともとがん細胞っていうのが、もうそれこそ、億では足りない数十億個とか、下手すると100億個ぐらいのがん細胞が体の中にいて、でそれを免疫で処理するわけですけども、一番最初、おそらく普通にがんが育っている状態でいる免疫細胞っていうのは、おそらくがんに比べて1桁以上少ない数の免疫細胞で相手しないといけないんですね。免疫細胞は果敢にがん細胞に立ち向かいますが、ところが、がんを一個も壊さないで、そのまま行ってくれっていう形にしようと思うと、免疫細胞もやはりそのがんを殺し続けて、疲れ切って死んじゃうっていうような免疫細胞が増えてきて、結局個数で、まず多勢に無勢で勝てないっていう可能性があるんですね。でこうなってしまうともう免疫療法自体ので押していくだけではとても無理だと。しかも遺伝子異常を起こしているがん細胞は無限に増殖を続けます。そこでいよいよ光免疫療法の出番です。この治療の場合には、光での領域で、まずくっつけて壊してるんで、その時に、もちろん全部の癌が壊れるわけじゃないですけど、少なくともその癌の中で、今の、臨床経験から言えば、8割とか、うまくいけば9割以上の癌が壊れるわけですね。ただ、1割とか2割とか1割以下の癌が残る。で、残った状態だけど、そこで、壊れた、がん細胞から出てきた異常なタンパクですから、免疫側としてはそのがんをより認識できやすくなっているんですね。このように免疫細胞を教育して認識能力を高めることを専門的にはプライミングと言います。プライミングのスイッチが入ることで免疫の認識力や記憶力が強化されていきます。だから、やはりもともとは多勢に無勢でがんが勝ってたわけだけど、今度は多勢に無勢で免疫が勝てる状況になっているっていうことがあり得るわけですね。そしたらきっちり抑え込めるだろうっていうのが、この治療の理論になるので、一つ一番大きな違いは、すべてを免疫に委ねるのか、それとすべて、がんをある程度壊して、で、しかも免疫の認識を強化して、で、それでがんに臨むのかっていうのが、これまでの免疫療法と、この光免疫療法との大きな違い。光免疫療法は高性能な武器と防御力の高いプロテクターを備えた攻めと守りを同時に行うがん治療法です。でもなぜそんなことができるのか、これまでできなかったアプローチがなぜ可能になったのでしょうか。その秘密は光免疫療法ががん細胞を壊す際のその壊れ方にあるそうです。この細胞の特殊な壊れ方は免疫原性細胞死と呼ばれるものです。この言葉を覚える必要はありませんが、一体どんなものなのでしょうか。細胞を拡大して見てみましょう。人間の体は30兆個以上の細胞で構成されています。その中ではさまざまな器官が力を合わせて働いています。細胞が頑張ってその細胞として機能するためには、やはり外界から閉ざされたためにそういう細胞膜っていう膜があって。膜というと薄いシートのようなものを想像してしまいますが、細胞膜は二重のリン脂質でできています。簡単に言うと油の層ですね。これまでで言えば細胞ってすごい精密機械をどういう風にして壊してやるかみたいな形だったんですけど、当然その精密機械の膜の外側のところ、要は防御のところをちょっと傷ついて破ってしまえば、もう中が機能しなくなっちゃうんですね。だからそういう発想で今回は細胞を壊そうとしている。ですから精密機械の外側の殻を突き切って破ってやれば、それだけで死ぬよねという話にしようとしているわけですから、非常に単純な殺し方なんですね。細胞の表面の膜に傷をつけて穴を開けて壊す。で、この点には一つ大きな利点があって、そうして壊してやることによって中身がボロッと出てくるんですね。そのままドカッと出てくる。で、癌の時には、癌って確かに自分の体の細胞なんで、そんなに自分の細胞とは変わってはいないんですけど、でもやっぱり遺伝子異常があって変わってる。ですから、なんかやっぱり特別なタンパクがたくさん作られてはいるんですよね、癌細胞の中で。で、それを例えばベリッと破って外に出してやれば、そのタンパクっていうのは異常なタンパクですから、それに対して正常な、私たちはもうがん細胞しか壊してないから、免疫細胞全部正常だから、その正常な免疫ががん細胞の中にある特別なマークみたいなものを認識して、やっとこのがん、こういう異常な
タンパク質持ってるやつは変な細胞がいるよということで攻めていくということができる仕組みにしようと。光で破壊されたがん細胞が特殊なタンパク質をそのまま放出することで、免疫は自ら活性化するサイクルを作り出すのです。で、がんも必ずしも壊れずにずっと育ってくる。ちょろちょろぐらい壊れても、あんまり免疫は認識できないですから、ドワッと壊れないと認識できないと、ドワッと壊れる環境で育ってきてないがんっていうのがいるわけです。そうすると、免疫はすごく認識しにくいわけですね。で、そういう状況になる場合には、例えば今の免疫療法、例えばチェックポイント阻害剤が効かないがん、これ8割以上のがん効かないわけですけども、そういうがんがいるっていうこと自体は、まず認識ができてないっていう一つの問題があると思います。で、そこを、この治療は解決できるかもしれない。これまでの道筋ない、先の道ができてくると思います。ですからこの治療というのはまずがんを壊すこと、それから、それは結局光のエネルギーと、薬の作用によって壊すわけですけども、その壊れたがんに対してできるその免疫というもの、それも活性化することによってある程度高めることによってそのがんがもう一度そこに育ってこないようにするという、治しきる完治することができる。ですからそういう2階建ての作りになってます。そうするとミックスで使うっていう考え方もあるわけです。もちろんそうです。ですからこの治療をやった後で免疫チェックポイントをやってもらえば、そうするとこの治療によって免疫が認識できるようになる。できるようになったところでチェックポイントを使ってもらえば、チェックポイントこれまで普通に使えるのにずっと効果あるよねということはあり得るので、当然例えばこの治療をやってからチェックポイントっていうやり方はありだと思いますね。いかがでしたでしょうか。光免疫療法の免疫の役割について大方理解していただけたかと思います。免疫の仕組みは本当に難しくてややこしいので、これからもどんどん分かりやすいコンテンツを上げていきたいと思いますが、今後の励みになりますので、ぜひいいねボタンと登録の方よろしくお願いいたします。光免疫療法を分かりやすく解説した本も新潮社から発売中です。最後に科学者であり同時に医師である小林先生に、がんとは一体何でしょうという大きな質問をぶつけてみました。とても興味深い答えが返ってきましたので、ぜひご覧になってください。先生にとってがんっていう病気はどんなものなんですか？がんね、そうですね、まだやっぱり非常に多様なんですよね、相手が。なんだけどいかにそれを一つのエンティティ、がんというエンティティみたいな形で落とし込めるかっていうところに、まだまだ難しさを感じている病気でもあるし、でもそういう意味ではどうですかね、おそらくがんっていうのっていろんな見方をする方によって見えてるところ変わってくると思うんですけど、こっちから見るとすごいブロードに見えるかもしれないけど、こっちから見たらもうちょっとこうかもしれないですよね。だからそういう一番こういうところから攻めたいですよね。できれば治療の数をこう増やしていくのは大変だから、できるだけ小さいところをこう攻めていきたいですよね。だからそういうふうに見えるために見てきたと思うし、そうして見えてるのが今の形なんじゃないかなとは思うんですよね。だからいろんなことをいろんな他のがんに対する生物学的な知見、すでに分かってきていることを取り込んだ上で、それをいかに単一のがんという病気でシンプリファイして見れるかっていうことが今の私のがんというものに対する向き合い方だと思いますし、がんが何ですかという質問に対する答えじゃないですけどね。だけど自分が見てる絵というのはそういうものじゃないでしょうか。がんというもののエンティティに対する自分のアプローチという意味では。よろしいでしょうか。今日のところでは。ありがとうございます。はい。